はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回もまたご視聴ありがとうございます。今回は12月年内のお羊座さんの恋愛運に特化して見てみたいと思います。よろしくお願いします。特に今ね、どなたか気になる方がいるとか、お付き合いしてるとか、片思いとか、何かそういう人間関係、特に恋愛に関しての気をつけることですね。これからどうなるかとか見てみましょう。もちろん皆さんそれぞれ置かれている状況や人によっても性格によっても違うんですけれども、お羊座さん皆さんに共通して言えるこの年内人を通しての学びや気づきなんかを見てみますね。ですのでこの内容が全て当てはまるわけではないと思うんですけど、どこか一つでも何か今の皆さんが安心して向き合っていけるっていうヒントになればいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず2人の関係性ですね。年内の関係性はっていうと、ワンドのクイーンです。はい、ちょっと後で解説していきます。ちょうど12月7日が金星が水亀座に入るんですけど、その時っていうのは何かすごく価値観がね変わりそうな時なので、恋愛においても何か変化が起きやすいんじゃないかなと思います。はい、まず今その気になってらっしゃる方との関係っていうのは非常に健全な関係みたいな、健全って言ったら変な言い方ですけど、別に立場とか関係なくね、なんていうかな、お互いが関わることによってお互いにプラスになるっていうことをお互いが分かっているみたいな感じですね。なのでどちらかが動けば相手にもいい影響が伝わるし、で相手が動けばまたこっちにもお羊座の皆さんにも何かいい影響が生まれるみたいな形で、非常に有益な関係、まるでですけど一緒にお仕事してるんですかって言いたくなるような、とても有益な関係だなっていうふうに思います。だから甘えるとかそういう感じではちょっとないんですよね。お互いに頑張っていこうみたいな、誰かがどっちかが頑張ってるのを見て、私も頑張ろうって思えるみたいな、そういった関係性ですね。なので健全だなと思ったんですよね。そしてお羊座さんはなんだかご自身のことでいっぱいだったりとか、これからの自分の未来っていうものの方に意識が向いていて、これまで関わってきたこの人との関係性においてはなんだか少し曇りが出てきたぞっていう感じがします。自分の気持ち、お羊座さんの気持ちが少し後ろ向きというか、シンプルにこれまでは関わってきてすごく楽しかったし、ここでもラバーズっていうカードが出てるんですけども、本当にワクワクしたとかドキドキしたとか、恋愛を楽しんでるみたいな感じですね。これは片思いであったとしてもですと、あの人好きみたいな、そういう感じかもしれないし、それすごく楽しかったんですけれども、だんだんこの人を思うことによって気持ちがへこんだりね、やきもち焼いたりへこんだり落ち込んだりっていうのも、それも恋愛の醍醐味なんですけれども、だけど少しなんだか自分が取った行動を後悔してみたりとか、もう少しあの時言っとけばよかったとか、こうしとけばよかったみたいな、自分に対しての後悔と念みたいなものがあったり、もうきっとダメなんだろうなみたいに思っている。だからお羊座さんの方が少し後ろ向きというかネガティブな感覚になってるなって感じがします。で相手はですね、本当にシンプルに純粋にお羊座さんと話すのが楽しいとか関わるのが嬉しいって感じです。とても今最初に言ったね、関わりを持つことによって何かが活性するんですね。何かが生まれるかのような感覚だから、お羊座さんがどう思っていようとも、相手の人は一緒に話をするだけで楽しいよとか、愛情がありますね。やっぱりちゃんとここでラブっていうカードが出てますので、お羊座さんに対する愛情がある、相手の方がすごく感情が豊かですよ。そしてお羊座さんはどう思ってるのかなっていうことを少し気にしてます。ちょっとおそらく今のお羊座さんの言動が若干変だと思うんですよね。どっちかっていうと後ろ向きだし、自分のこと責めてるしみたいな感じがあるので、それをどうしたのかなって思ってるって感じです。ここでムーンっていうのが出てるので、これからももちろん続けていく気がある、関わっていく、楽しくしたいけど大丈夫かなみたいな感じ、ちょっと心配して見てくれてる感じがありますよ。で相手の方もですね、決してそんなものすごく状態がいいわけではないんです。すごく大変な時をくぐり抜けてやっと今落ち着いたみたいな感じがあり、
だからようやくここから落ち着いて楽しんでいけるじゃないっていう時に、あれお羊座さんどうしちゃったのみたいな感じです。ちょっともう少し原因見てみましょうか。相手の方は嫉妬。なるほど。なんとなく最近ちょっと調子が悪いのは、もしかして他に好きな人できたのかなとか、なんかもしかして他の人を探してるのかなみたいな思いからちょっと気にしてますね。でお羊座さんはやっぱりなんか過ちっていうカードが出ていて、やっぱり自分がやってきたことって違ってたのかな、間違いだったのかなとか、この先この人と関わっていってもなんかあんまりこの先がないんじゃないかなみたいな、そういう感じです。前に出した動画のね、全体のところの人間関係もそうですよね。なんか関わりたいけどなんか引いてるとか、関わりたいけど引いてるみたいな、そんな感じがあるので、お羊座さんが躊躇してるんだと思います。これは今ちょうどね、12月の前半っていうのは逆行、いろんなね、水星も火星も逆行してるから、そういう時だと思うんですけど、ただ私が思うには、やっぱりこの金星と冥王星がコンジャンクションするっていうね、こうちょっと面白い動きがあるんですね、この11月7日ぐらいに。でこの時っていうのはパチンと弾ける感じがするんですよ。何がって言ったら、何か関係性が、2人の思いが、でこのパチンと弾ける思いっていうのが、ああよかったっていう風になるのか、ああもうダメだっていう風になるのかっていうのは、お羊座さん自身がどっちに向かせたいんですかっていうのにすごくよるんですね。運命が決まってるとか、もうこの2人は絶対こうなんですじゃなくて、お互いの精神的進化があれば、人間的な成熟度があれば、いくらでも関わっていけるわけで、言われているのは、相手はちょっと心配してますよってことです、お羊座さんのことを。そしてお羊座さんはあまりにも自分のことを責めすぎないで、間違ってるんじゃないかとか、この人は無理なんじゃないかっていうふうに思わないでください。なぜならば、ここまで関わることによって得られたときめきのようなものやワクワク感っていうのはすごく人生を豊かにするんですよね。そして今やっぱり相手とこの人と関わることによって自分は活性してます、何かが。だからうまい具合にここからね、恐れがあっても統合していけるよって、うまい具合に関わっていけるよっていうふうに言われてるんですね。ちょっとどうしたらいいのか、対策見てみようかな。ちょっとカードでも可能性を見てみようかな。ちょっと待ってね、どれにするか迷う。カップの4。差し出すというカードが出てますね。なんかね、相手に楽しませてもらおうとか、過剰に気分を盛り上げてもらおうっていうふうに思わずに、なんかそれでいくとなんだかなーって感じなんですよ。別にフラットな感じなので、別にフラットでいいんですけどね。だけどもしこの関係をうまくいかせたいとか思うのであれば、自分から差し出してくださいと、思いを。プレゼントでもいいし、何か思いをね。そうすることによって、またここから新しい自分で新しい関わり方ができるよっていう感じです。今ご自身が思ってるなんか間違いだったんじゃないかなとか、そういう恐れ、何かが壊れてしまうんじゃないかなっていう恐れっていうのは、自分が生み出してしまってる恐れなので、自分から愛を差し出すことによって、これは別にうまくいく、全く関係がない、例えば遠いところにいるとか、全く性格が違うとか、価値観が違うとかっていうのがあったとしても、それでもやっていけるんだよって感じが言われてる気がしたんです。やっていけるっていうのは何も一緒に暮らすとかそういう意味じゃないので、お互いの存在価値っていうのを認め合いながら関わっていくことができるよっていうことですね。そんな感じですけど、ちょっとこれからの可能性見てみますね。やっぱり相手はね、お羊座さんのことが好きですね。とても恋人たちっていうことで、やっぱりまだまだこれからも仲良くしたいし、一緒に楽しみたいと思ってます。そしてお羊座さんもぜひ後ろ向きな感じじゃなくて、高揚ということでね、楽しもうみたいな感覚でいてください。この道に行ったら失敗なんじゃないかなとか、そういうことは思わずに、自分の波動を上げる、バイブレーションを上げるっていう感覚で楽しもう、ウキウキしようっていう感じです。それを基準にしたら
いいんじゃないですか。なんかこの人とは結婚できないからとかそういうんじゃなくって、今自分の波動が上がる楽しくなる、気持ちが上がる、ドキドキする、ワクワクするみたいな感覚を味わえること、この瞬間がいいなっていうふうに思えたらいいなと思いました。はい、そんな感じです。そして、これから新たな出会いを求めている方、どうでしょうか。いやね、星ではもう本当にもうこういう時に突然出るよねみたいな感じの時なので、動いてほしいなと思います。何でもいいから。そう、ワンドのキング、ソードの4、吊るし人ということで、なんだかこれなんかね、全体のところの人間関係と似てますよね。すごく本当はすごく求めている、でもあまりにもガツガツ求めているっていうところを見せたくないみたいな感じですごくブレーキをかけてますね。そして表面的にはなんか吊るし人やソードの4のように止まってる。だからとても自分は誰かを求めてるようには見せないし、もう行動もしませんみたいな、私は家で一人で寝ますっていう感じで、もうなんかベッドの中で過ごします、携帯見てみたいなのとか、とにかく家から出ません、もう人に会いませんみたいなね、もう一人で過ごしたいんですっていうような感覚がありますが、その奥には本当はハンティングしたいというか、本当は誰かを求めたい、見つけたい、探したいみたいなのがあります。でこの2つの可能性っていうのが同時に存在してるっていうのは、どっちが強いのって言われたら、いや私求めてませんからっていうエネルギーの方がちょっと強いんですよね。でそれで行きますか、それとももう表に出ていいじゃないですか、求めてるって言ってもみたいな、素直に押したければ押すみたいな感じでいいんじゃないですか。その方がよっぽど出会いは生まれるなっていうふうに思いますよ。そしてもしここで出会いを求めてる方、動き出した方にとっては実はね、なんだかね、自分がこのなんていうかな、すごく活動的な人な感じがするんです、相手の人が。体力があるとか動きが激しい人っていうか、よくどこかに行ったりとか忙しくしてるとか、体力があるとか、情熱を燃やしてるって感じがするんですね。でその人を求めながら、またその人に関わる別の人との縁というものもなんか出てきそうだなって感じがすごくするので、これは面白い動きですよ。だから12月どちらを選びますかって感じですね。一人で楽しく過ごすか、もしくは思い切って求めるかみたいな。そしたら出てきますよ、情熱的な人が。でもその人の背後にもまたいるみたいな感じがするから、面白い展開になるなと思います。でこれはちょっとこれは星の話になりますが、やっぱり12月の7日前後っていうのはグループとか団体とかの中ですごくご縁のある人に出会いやすいっていうのがあるんですね。なので私は出ていってほしいなっていうふうに思いますけども、はい頑張ってください。最後にもう一枚引いてみましょう。これが何ですかこのカードはですね、あなたは愛にふさわしいよって、愛を得るにふさわしい人なんだよっていうふうに言われてます。だと思いますよ、ここまで。だって他に実際今のこのパートナーさんにもすごく愛されてるけど、おひつ座さんがちょっとなんか後ろ向きになってる感じだし、いや思い出してねって、あなたはとっても愛らしい人なんですよ、とっても愛されるにふさわしい人なんですよっていうふうに言われてるので、それをぜひ思い出して、自分の価値を思い出して高めていってください、感覚をね。はい、ということでここまでにしておきます。はい、何か良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。また12月はライブもねする予定ですし、年間のリーディングもしますので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。